こんにちは。今日は日常でよく見かける自転車について話そうと思います。自転車は日本でもすごく人気があって街中でよく見かけますよね。特に東京では通勤や買い物に使う人が多いです。自転車を使うと車や電車よりも早く移動できることが多いし、渋滞にも巻き込まれません。最近は電動自転車も増えてきて坂道でも楽に走れるので便利ですよね。でも道路を走るときは気をつけないといけません。自転車にはヘルメットをかぶったり信号を守ったりすることが大切です。日本では特に歩行者や他の車両との距離を意識しながら走らなきゃいけません。自転車を使うと体にもいいし、環境にも優しいのでみんなにおすすめですよ。こんにちは、皆さん。次は車について話そうと思います。車は日本の生活の中でとても大切な乗り物です。例えば仕事や買い物、旅行などいろんな場面で使いますね。日本では車を持っている人も多いけど、都市部では電車やバスの方が便利なこともあります。特に東京では交通がとても便利なので、車を使わなくても生活できます。でも、郊外や地方では車がないと不便なことが多いです。例えば、電車が通っていない場所や買い物に行くのに公共交通機関があまり便利じゃない時など、車があるととても助かります。車を持っていると自分のペースで移動できるので便利ですが、駐車場の問題や渋滞があったりすることもあります。皆さんは車をよく使いますか？どういう場面で使うことが多いですか？皆さん、こんにちは。次は日本でよく使われている交通手段、バスについて話したいと思います。バスは特に都市の中で便利な移動手段です。例えば、東京では地下鉄や電車が混んでいるとき、バスを使うことが多いです。バスのいいところは地上を走っているので、外の景色を楽しみながら移動できることです。また、駅から少し遠い場所に行くときにも便利ですよね。バスは乗るときに運転手さんにお金を払ったり、IC カードを使ったりします。最近ではスマホで乗車できるバスも増えてきました。バスの中で音楽を聴いたり、ゆっくり本を読んだりすることもできるので、リラックスしながら移動できるのがいいですね。こんにちは。次は日本の交通手段の一つ、地下鉄について話したいと思います。東京では地下鉄はとても便利な移動手段です。特に渋谷や新宿、池袋などの大きな駅では地下鉄を使う人がたくさんいます。地下鉄は外の道よりも早く移動できるし、雨の日でも濡れずに移動できるのでとても助かります。東京の地下鉄は路線が多くてどこに行くにも乗り換えが簡単です。でも朝や夕方の通勤時間は混雑しているので少し大変かもしれません。でも便利で快適な地下鉄は東京の生活に欠かせない存在ですね。タクシーは街の中でよく見かける移動手段です。ドライバーは黒いスーツを着ていることが多く、車内はとても綺麗で快適です。タクシーに乗るときは、まずドアを開けてもらうためにボタンを押します。料金は乗った場所から目的地までの距離で決まります。ドライバーと話すのが好きな方もいらっしゃいますが、静かな時もございますので、その際はリラックスして窓の外の景色をお楽しみください。東京では特に便利でよく使われる交通手段です。次は東京の電車について話そうと思います。
東京では電車は本当に便利な交通手段です。ほとんどの人が毎日電車を使っています。特に仕事に行くときや学校に行くときには電車が欠かせません。東京の電車は時間通りに運行されることが多く、混んでいる時間帯もありますが、それでも多くの人が使っています。電車に乗るとき、よくマナーを守ることが大事です。例えば、電話をかけないことや大きな声で話さないことなどです。駅には案内が多く、初めての人でも安心して乗れると思います。次はオートバイについて話そうと思います。オートバイは特に日本の都市でよく見かける乗り物ですね。小回りが利いて混雑した道路でもすり抜けやすいから便利なんです。僕も時々オートバイで移動しますが、車と違って自由に動けるのがいいところです。ただ、安全には気をつけないといけませんね。ヘルメットをかぶって交通ルールを守ることが大事です。特に雨の日とか滑りやすい道を走るときは慎重に運転したいですね。オートバイは楽しいけれど、しっかり準備して安全に楽しむことが大事です。皆さん、こんにちは。次はモノレールについて話したいと思います。モノレールは普通の電車とちょっと違って一本のレールの上を走る電車なんです。東京では特に東京モノレールが有名ですね。空港から市内へ行くときに便利なんですよ。高いところを走っているので景色がとても綺麗です。モノレールは乗り心地が良くて混んでいないことが多いのでのんびりと移動できます。もし東京に来ることがあったらぜひ乗ってみてくださいね。こんにちは、皆さん。次は日本でよく見かける船について話したいと思います。日本は島国だから船はとても大切な移動手段です。特に海を越えるために船を使うことが多いです。例えば東京から横浜まで船で行くことができますし、沖縄や離島への旅行でも船はよく使われます。船には大きいものから小さいものまでいろいろあります。観光用の船もあれば貨物を運ぶ船もあります。観光船は海の上から景色を楽しめるので人気があります。また、船の上で食事をしたり、お土産を買ったりもできます。日本の船は快適で安全に運航されているので安心して乗ることができますよ。ビジネスや旅行でよく使う乗り物といえば、やっぱり飛行機ですよね。飛行機は遠い場所に短時間で行けるのでとても便利です。特に海外旅行の時は飛行機が欠かせません。日本の空港はとても大きくてチェックインやセキュリティを通るのが少し大変なこともありますが、飛行機に乗る時のワクワク感は特別ですよね。最近は格安航空会社も増えて安い料金で飛行機に乗れるようになったので、より多くの人が利用しやすくなりました。長時間のフライトでは機内のサービスや食事も楽しみの一つです。皆さんも飛行機に乗る機会があったら、ぜひその楽しさを体験してみてください。さて、今回は日本でよく見かける10種類の乗り物について紹介しました。自転車から飛行機までいろんな乗り物があって、どれも日本の生活には欠かせない存在です。特に都会では電車やバスがとても便利ですよね。旅行や仕事で移動するときにはどの乗り物が一番便利かを考えることも大事です。皆さんも普段使っている乗り物を改めて見てみると面白い発見があるかもしれません。それでは今日はここまでです。
最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回もお楽しみに。こんにちは。今日は日常でよく見かける自転車について話そうと思います。自転車は日本でもすごく人気があって街中でよく見かけますよね。特に東京では通勤や買い物に使う人が多いです。自転車を使うと車や電車よりも早く移動できることが多いし、渋滞にも巻き込まれません。最近は電動自転車も増えてきて坂道でも楽に走れるので便利ですよね。でも道路を走るときは気をつけないといけません。自転車にはヘルメットをかぶったり信号を守ったりすることが大切です。日本では特に歩行者や他の車両との距離を意識しながら走らなきゃいけません。自転車を使うと体にもいいし、環境にも優しいのでみんなにおすすめですよ。こんにちは、皆さん。次は車について話そうと思います。車は日本の生活の中でとても大切な乗り物です。例えば仕事や買い物、旅行などいろんな場面で使いますね。日本では車を持っている人も多いけど、都市部では電車やバスの方が便利なこともあります。特に東京では交通がとても便利なので車を使わなくても生活できます。でも郊外や地方では車がないと不便なことが多いです。例えば電車が通っていない場所や買い物に行くのに公共交通機関があまり便利じゃない時など車があるととても助かります。車を持っていると自分のペースで移動できるので便利ですが、駐車場の問題や渋滞があったりすることもあります。皆さんは車をよく使いますか？どういう場面で使うことが多いですか？皆さん、こんにちは。次は日本でよく使われている交通手段、バスについて話したいと思います。バスは特に都市の中で便利な移動手段です。例えば東京では地下鉄や電車が混んでいるとき、バスを使うことが多いです。バスのいいところは地上を走っているので、外の景色を楽しみながら移動できることです。また、駅から少し遠い場所に行くときにも便利ですよね。バスは乗るときに運転手さんにお金を払ったり、IC カードを使ったりします。最近ではスマホで乗車できるバスも増えてきました。バスの中で音楽を聴いたり、ゆっくり本を読んだりすることもできるので、リラックスしながら移動できるのがいいですね。こんにちは。次は日本の交通手段の一つ、地下鉄について話したいと思います。東京では地下鉄はとても便利な移動手段です。特に渋谷や新宿、池袋などの大きな駅では地下鉄を使う人がたくさんいます。地下鉄は外の道よりも早く移動できるし、雨の日でも濡れずに移動できるのでとても助かります。東京の地下鉄は路線が多くてどこに行くにも乗り換えが簡単です。でも朝や夕方の通勤時間は混雑しているので少し大変かもしれません。でも便利で快適な地下鉄は東京の生活に欠かせない存在ですね。タクシーは街の中でよく見かける移動手段です。ドライバーは黒いスーツを着ていることが多く、車内はとても綺麗で快適です。タクシーに乗るときはまずドアを開けてもらうためにボタンを押します。料金は乗った場所から目的地までの距離で決まります。ドライバーと話すのが好きな方もいらっしゃいますが、静かな時もございますので、その際はリラックスして窓の外の景色をお楽しみください。東京では特に便利でよく使われる交通手段です。次は東京の電車について話そうと思います。東京では電車は本当に便利な交通手段です。ほとんどの人が毎日電車を使っています。特に仕事に行くときや学校に行くときには電車が欠かせません。東京の電車は時間通りに運行されることが多く、混んでいる時間帯もありますが、それでも多くの人が使っています。電車に乗るとき、よくマナーを守ることが大事です。例えば、電話をかけないことや大きな声で話さないことなどです。駅には案内が多く、初めての人でも安心して乗れると思います。次はオートバイについて話そうと思います。オートバイは特に日本の都市でよく見かける乗り物ですね。小回りが効いて混雑した道路でもすり抜けやすいから便利なんです。
僕も時々オートバイで移動しますが、車と違って自由に動けるのがいいところです。ただ、安全には気をつけないといけませんね。ヘルメットをかぶって交通ルールを守ることが大事です。特に雨の日とか滑りやすい道を走るときは慎重に運転したいですね。オートバイは楽しいけれど、しっかり準備して安全に楽しむことが大事です。皆さん、こんにちは。次はモノレールについて話したいと思います。モノレールは普通の電車とちょっと違って一本のレールの上を走る電車なんです。東京では特に東京モノレールが有名ですね。空港から市内へ行くときに便利なんですよ。高いところを走っているので景色がとても綺麗です。モノレールは乗り心地が良くて混んでいないことが多いのでのんびりと移動できます。もし東京に来ることがあったらぜひ乗ってみてくださいね。こんにちは、皆さん。次は日本でよく見かける船について話したいと思います。日本は島国だから船はとても大切な移動手段です。特に海を越えるために船を使うことが多いです。例えば東京から横浜まで船で行くことができますし、沖縄や離島への旅行でも船はよく使われます。船には大きいものから小さいものまでいろいろあります。観光用の船もあれば貨物を運ぶ船もあります。観光船は海の上から景色を楽しめるので人気があります。また、船の上で食事をしたり、お土産を買ったりもできます。日本の船は快適で安全に運航されているので安心して乗ることができますよ。ビジネスや旅行でよく使う乗り物といえば、やっぱり飛行機ですよね。飛行機は遠い場所に短時間で行けるのでとても便利です。特に海外旅行の時は飛行機が欠かせません。日本の空港はとても大きくてチェックインやセキュリティを通るのが少し大変なこともありますが、飛行機に乗る時のワクワク感は特別ですよね。最近は格安航空会社も増えて安い料金で飛行機に乗れるようになったので、より多くの人が利用しやすくなりました。長時間のフライトでは機内のサービスや食事も楽しみの一つです。皆さんも飛行機に乗る機会があったら、ぜひその楽しさを体験してみてください。さて、今回は日本でよく見かける10種類の乗り物について紹介しました。自転車から飛行機までいろんな乗り物があって、どれも日本の生活には欠かせない存在です。特に都会では電車やバスがとても便利ですよね。旅行や仕事で移動するときには、どの乗り物が一番便利かを考えることも大事です。皆さんも普段使っている乗り物を改めて見てみると面白い発見があるかもしれません。それでは今日はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。次回もお楽しみに。